あさみチャンネル On the Tone。 1996年のある日、テレビ局から電話がかかってきまして、番組の企画で愛知県にあるミヤホビーサーキットでプロ野球選手とラジコンのレースをしてほしいとのことでした。対戦の相手は中日ドラゴンズのエースの山本昌さんと、同じくドラゴンズのホームランバッター山崎武さんでした。お二人に最初にお会いさせていただいたのはこの収録の日でした。山本昌さんが打ち立てた記録は、最多勝利、最優秀防御率、最年長ノーヒットノーラン、200勝超えほか、多くの歴代最年長記録を更新して迷宮入りされました。山崎武さんはセリーグとパリーグの両リーグで本塁打王を獲得されました。また38歳という年齢で本塁打王と打点王の2冠王になられました。今回はその2人からお聞きした上達のノウハウを交えながらお伝えするんですけれども、その前にもう少しエピソードを話させていただきます。ある日日経新聞を読んでいましたら、山本昌さんのコラムが掲載されていて、そこになんと私のことが紹介されていました。その内容はもうベタ褒めで、ちょっとこれは大げさじゃないかなと思うくらいでした。最初に山本さんにお会いした時から、今でもそうなんですけれども、人を褒めて持ち上げてくださる彼の身の低い姿勢、そして気の利いた配慮にはいつも脱帽です。さて、山本さんはもともと山崎さんから聞いてラジコンを知ったそうです。山崎さんは学生時代にラジコン部に所属されていて、アメリカ製のデルダというラジコンを持っていたということなので、相当なマニア、そして当時から高級志向だったということはわかります。そしてお二人が東京で試合に出られるときは、しばしば東京ドームでも巨人戦を見に行くようになりまして、私はすっかり野球ファンになりました。また野球がシーズンオフの時にラジコンで沖縄へ行った時は、途中で抜け出してキャンプ場まで野球の練習を見に行ったこともありました。山本さんの引退の時は名古屋ドームにラジコン仲間と共に全員が山本さんの背番号34番のユニフォームを着て観戦に行きましたら、テレビ局からインタビューを受けまして、ニュース番組で放送されたことは良き思い出になっています。この時はテレビ局のスタッフより山本さんとの関係はと聞かれましたので、もちろんラジコンですと答えました。そして私はお二人が毎年名古屋で開催されている山々杯というラジコンのレースにも参加するようになりました。2021年現在においては山本さんがラジコンカーの世界選手権に挑戦することを決められまして、その経過状況が YouTube でも公開されています。嬉しいことに山本さんは、自分がプロで50歳まで活躍できたのはラジコンのおかげですとおっしゃっていることです。その理由を聞きましたら、山本さんがサーキットへ行った時に選手の皆さんがラジコンノートに熱心にメモを取っている姿を見て大変驚いたそうです。プロではない上級者の皆さんの熱心さを見て、なんと真剣に取り組んでいるんだろうと、野球選手にも見習うべきところがあるんじゃないか、もっと野球を突き詰められるんじゃないかと考えさせられ、それから野球に対する取り組む姿勢が変わったそうです。さらに山本さんは、あの時もし僕がレースに出ている人たちをバカにしていたら今の自分はなかっただろうと言われています。さて本題に入りたいと思います。お二人にお会いする時には毎回何か一つお尋ねするようにしているんですけれども、その中でも特に印象に残っていることを今回皆さんにお伝えしたいと思います。まずは山本さんに対して質問したことです。山本さんの投げる球は速くないですけれども、なぜ打たれないんですか、そう聞いていました。それに対しての返答は2つでした。ピッチャーはスピードじゃなくてコントロールが最重要だよと。もし狙ったところに全て投げられたとしたら 100% 勝てるよと。でもそうは投げられないんだよねと。ということと、人間の身体の仕組みと動き方を勉強して、どうすれば打たれる確率が低くなるかということを徹底的に研究したとのことでした。では具体的にはどんな練習してたんですかって聞きましたら、走り込みだね。僕はピッチャー専用の秘密のマシンがあるのかと思いきや、拍子抜けするような返答でした。一方で山崎さんには、あんな直前に曲がってくる球や見えないくらい速い球を打つのにどんな練習してたんですかと聞きました。山崎さんからの答えは一言、走り込みだねでした。私は特別なピッチングマシンがあってねとか、変化球をめちゃめちゃ得意な人に投げてもらってねとか、そういうスペシャルな回答を期待してたんですけれども、なんとお二人とも全く同じのシンプルな答えでした。
山崎さんは補足として、上半身は繊細だから短い期間で良くなったり悪くなったりするけれども、下半身は繊細ではないので簡単には作れないと。でもしっかりとした下半身は財産になるので、調子が出ない時はとにかく走ってたとおっしゃられました。それから山崎さんが1回目に打点王になられた時は、球に体が反射的に反応してくれて、来た球を打つだけでホームラン王になれたと。しかし時が経つにつれてそれができなくなってきた。そしてセ・リーグからパ・リーグへ移籍して野村監督に代わってからは、条件反射ではなく球種を読むというヒントを得て打てるようになったとのことでした。これは年齢に応じてトレーニング方法を変えていくということでの成功例だと思います。条件反射で打てる球が打てなくなっていくというのは、ラジコンでも同じような状況があります。年齢に伴って反応が鈍くなってくると、全ての動作が遅れてくるのでタイムが出にくくなります。ですので反応が鈍くなっていくことを抑えていくトレーニングがスポーツでもラジコンでも有効なのだろうと感じています。その中で最も基本的であり重要なトレーニングがランニングなのだろうと思っています。私は現役を退いた現在においてもウォーキングとランニングは行うようにしていますけれども、少しでもサボると体のどこかが鈍るのを感じます。ただアートカーオーネルさんのように手が不自由にもかかわらず世界チャンピオンになったスペシャルな方や、車椅子でレースに参加されている方が世界に大勢おられますんで、全ての人に共通して言えることではないんですけれども、もし毎日ほとんど動かないで過ごしておられる方がおられれば、10分ほどの軽い運動からでも始めてみると、もしかすると疲れやタイムに何らかの変化があるかもしれませんので、ぜひ試してみられると良いかと思います。そしてもしラジコンで日本一や世界一を狙うのであれば、特に30歳を超えてからはスポーツをすることや肉体的トレーニングは必須だと思います。他の上達のポイントはまた別の機会にお伝えしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。